皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひチャンネル登録やコメントをいただけると励みになります。今回はカメラを買ったけど撮るものがなかなか見つからないと感じている方に向けて、お家の中で撮れる被写体を探してみようというテーマでお話をしようかなと思います。カメラを始めたばかりの頃だったり、あとは新しいカメラを買った後って最初はすごく楽しいとは思うんですけど、それでも少し時間が経ってくると、今日はどこに撮りに行こうかなとか、何撮ればいいんだろうなとか、せっかくカメラ買ったのになんか意外と撮るものないなみたいな感じに感じる方結構多いんじゃないかなと思います。私自身も結構そういう日もあったりしていて、それと特に最近は自分の休みの日と天気のいい日っていうのがなかなか合わなかったりとかしていて、カメラ持ってどこか撮りに行こうかなっていう気分になれないこともあったんですよね。でもなんかカメラ触りたいなとか撮りたいなっていうふうには思っていて、外に行くほどではないけれどカメラには触りたいなとか、少しだけ写真撮って気分転換したいなとか、そういった時に私はお家の中で撮影をするっていうことが最近増えてきました。意外とお家の中でも撮れるものって多いなというふうに思っていて、こういった机の上に置いてあるものとか、あと飾ってる好きなインテリアとか、普段見慣れているものではあると思うんですけど、自分がカメラで何か撮りたいなっていう気持ちを結構満たしてくれるなっていうふうに思います。私は最近 3D プリンターにハマっていて、自分がこんな感じですね。こんな感じで自分が作ったものを撮ったりとか、あとは制作途中のものを撮ったりとかしています。完成したものだけではなくて、作っている途中のパーツとか、あとはこんな感じの失敗した作品とか、あとは机の上に並んだ道具とかも撮影しておくと、後で見返した時に、こういうところが前よりもなんか上手にできるようになったなとか、あと写真自体の比較もできるので、見比べても楽しいなと思います。あんまり被写体映えするものばかりではないので、旅行先で撮るような特別感はちょっと少ないかもしれないんですが、今の自分の暮らしだったりとか、作っているものとか好きなものがそのまま残るので、後から見返すと結構いい記録になってるのかななんていうふうに思っています。それに家の中で撮る写真は気軽に試せるっていうところもいいところだと思っていて、外だと結構人の目が気になったりとか、あとは移動が必要だったり、撮影場所を考えたりとかすると思うんですけど、家の中だったら少し机を片付けてすぐに撮ることができます。構造を考えてみたりとか、あとは光の向きをじっくり考えてみたり、背景になるものを少し動かしてみたりとか、そういった小さい工夫を落ち着いて試せるっていうのもお家の中ならではだと思います。なので今回は撮るものがないと感じた時に、お家の中でどんな被写体を撮れるのか、そして私が普段お家の中でよく使っているカメラとレンズについてもお話をしながら作例を紹介していきたいなと思います。最近私がお家の中でよく使っているカメラはこちらのソニーの α6700 です。レンズはシグマの 18-50mm の F2.8DCDN というレンズを使っています。この組み合わせはお家の中で撮るときにかなり使いやすいんですよね。カメラを買ったけど最近あまり撮れていない方だったり、あとは撮影に行く時間がなくて少しカメラから離れている方とか、あとはお家の中で何か撮ってみたいけど何を撮ればいいのかわからない方とか、そういった方の参考になれば嬉しいです。ぜひ最後まで聞いていただけたらなと思います。ということで、先ほどもお話はしましたが、私が最近よく使っているのはソニーの α6700 とシグマの 18-50mm F2.8 の DCDN の組み合わせです。私は α7C2 もよく使ってはいるんですが、そちらの方はフルサイズっていう安心感もありますし、あとは FE2470mm の F2.8GM2 との組み合わせもすごく便利です。お出かけとか旅行でも動画でも使いやすいので α7C2 を選ぶことも多いんですが、ただお家の中で気軽に写真を撮るってなった時は、最近は6700とシグマの 18-50mm の組み合わせを選ぶことが結構多いです。理由はシンプルですごくコンパクトで扱いやすいからですね。
α6700 は APS-C 用のカメラなので、フルサイズ機と比べるとレンズも含めてコンパクトに収まりやすいっていうのが特徴かなと思います。そこにこのシグマの 1850mm の F2.8 のこのレンズをつけると、かなり軽い標準ズームの組み合わせになります。このレンズはフルサイズ換算でだいたい27から 75mm くらいの画角をカバーすることができます。お家の中で撮るときは広く撮りたいっていう場面もあれば、少し寄って小物を撮りたいっていう場面もあります。例えば机の上の作業風景を少し広めに撮りたいなとか、インテリア全体を入れたい時とか、逆に自分で作った小物とか道具の質感を少し寄って撮りたい時とか、そういった時に 18mm から 50mm まで使えるこの標準ズームは本当に便利だと思います。しかもこのレンズは F2.8 透視です。お家の中は外に比べるとどうしても光が少ないことが多いです。背景を少しぼかしたい時にも使いやすいですし、 ISO 感度を上げすぎずに撮りたい時にもすごく助かります。もちろんフルサイズの大きなレンズと比べるとボケの量だったりとか画質の余裕は違う部分もあるとは思います。でもお家の中で気軽に撮るっていう意味では、この小ささで標準域をカバーができて F2.8 で撮れるっていうバランスがすごくいいと個人的には思っています。そして α6700 の本体もかなり好きなカメラです。私は α6700 のグリップが結構気に入っています。小さいカメラなんですけど、握った時の安定感があります。さっと持って撮る時とかグリップがしっかりしているのは結構大事だなと感じます。あとは上面のデザインも好きです。α6700 は上面部分が比較的すっきりしていて、フラットに見えるっていうところがいいんですよね。あとは写真と動画を切り替えるこのダイヤル部分もすごく使いやすいです。私は YouTube を撮っているので、写真だけではなくて動画もよく撮ります。作例写真を撮りながらその様子を動画で撮ったりとか、制作の過程を記録したりすることもあります。そういった時に写真と動画をすぐ切り替えられるっていうのは便利だなと思います。お家の中で撮影をするときは、今は写真を撮りたいとか、この作業の様子は動画で撮りたいなとか、その場で切り替えることが多いんですが、α6700 はその切り替えがしやすいので、写真も動画もどちらも使いたい人にもかなり合っているなと思います。それから α6700 は APS-C なので、クロップして被写体に少し寄った時の写り方も好きです。例えば小物や自分で作ったものを撮るときに 50mm 側を使うと、フルサイズ換算ではだいたい 75mm 相当の画角になるので、背景を整理しながら被写体を目立たせて撮影することができます。お家の中では壁だったりとか机とかコード類とか、あとは日用品など背景に生活感が入りやすいものが多い場所でもあると思うので、何も考えずに撮ると少しごちゃついて見えてしまうことがあります。でも少し望遠側にして角度を選んで余計なものが入らないようにすると、お家の中でもかなりすっきりした写真を撮ることができます。逆に 18mm 側を使うと、フルサイズ換算では 27mm くらいの画角で作業風景だったりとか机全体を見せることができます。どういった環境で作っているのかとか、そういう雰囲気を伝えたい時には少し広めの画角が便利です。このレンズのいいところは、1本で少し広めの作業風景も撮ることができますし、小物に寄った時の写真も撮れたり、あとは動画の素材も簡単に撮りやすいところだと思っています。なのでお家の中で撮る時にはすごくちょうどいい組み合わせだと思います。もちろんもっと明るい単焦点レンズを使うのも楽しいとは思います。50mm とか 35mm の単焦点でしっかりとぼかして撮るのもいいと思います。ただお家の中で被写体を探しながら撮る場合は、やっぱり軽くて小さい方がいいのかななんていうふうに今は思ってしまいますね。続いて実際にお家の中で撮った写真を見ながら、どんなものを被写体にしたのか簡単にご紹介したいなと思います。
お家の中で撮る写真は自分の好きなものとか今作っているものを残せるっていうところが私の中ではすごく楽しいところです。最近急遽作ったチャームにはなるんですけど、オリジナルのチャームを作ってみたりとか、あとはカメラ周りで使える小物を作っているところで、そういったものを棚とか机の上に並べて撮ってみたものになります。完成したものをただの記録として撮るっていうだけではなくて、少し光の入る場所に置いてみたりとか、他の小物と一緒に並べてみたりすることでかなり楽しく撮影ができるなと思います。この写真は棚の上に自分で作ったチャームや小物を置いて撮ってみました。お家の中で撮るときは背景がごちゃごちゃしやすいので、最初は少しだけ場所を整理して色が合うものを近くに置くようにしています。今回はグリーン系の棚に淡いブルーとかクリーム色の小物を置いてみました。色の組み合わせがまとまるとそれだけですっきりとした印象になると思います。あとは窓から入ってきた光が棚の上に当たっていたので、その光もそのまま使いました。次は棚にある小物を撮った写真になります。例えば小さなカメラの模型とか 3D プリントしたパーツとか、あとは透明のケースなどをそのまま撮っています。あまりにも散らかっているのも良くないんですが、少し道具とか物が置いてあるくらいならその時の制作の途中が見えるので、私は結構好きで置いています。今の自分が何を作っているのかとか、何に興味があるのか、あとはどんなものを机の近くに置いているのかとか、そういうものが映っている方が後から見返した時にいろんなことを思い出しやすいんじゃないかなと思います。次に少しインテリアっぽく撮った写真になります。ニコンの ZF と自分で作ったチャームと、あとは小さなライトやキャラクターを一緒に並べて撮ってみました。こういった撮り方は家の中で撮る被写体としてかなりおすすめです。結構あるあるだと思うんですけど、カメラそのものを撮るっていうのも楽しいですし、そこに自分で作ったものとか普段使っている小物を一緒に置くと、自分らしい写真になるなというふうに思います。カメラが好きな方なら持っているカメラとかレンズを撮るだけでも十分に楽しめると思います。ただカメラ単体で撮ってしまうと少し商品写真のようになりやすいので、私は小物を周りとかに置いて撮るっていう方が好きです。今回で言うと ZF の横にチャームを置いたりとか、小さなフィギュアを置いたり、ライトを入れたりしています。そういったところはお家の中で撮るからこそできる楽しみ方だと思います。外に持っていくわけではないので、好きなものを少しずつ並べながら角度を変えて撮ることができます。同じ棚の上でも少し引いて撮ると全体の雰囲気がわかりますし、近づいてもう少し細かい部分を映すっていうのもいいなと思います。このシグマのレンズは 50mm 側までズームできるので、少し寄った写真を撮ることもできます。近づいて撮ると背景が少しボケて見せたいものを印象に残しやすくなります。例えばチャームをメインにした写真では ZF のボディとかレンズを少し端の方に入れつつ、チャームに目が行くように撮っています。次にキャラクターのライトを撮った写真です。こういう丸い形のものとか色が可愛いものはお家の中でもすごく撮りやすい被写体なんじゃないかなと思います。今回は本の上に置いて少し高さを出して撮っています。背景には自分で撮影した写真を置いていて、自分らしさもある一枚だなと思っています。お家の中で撮るときは被写体だけを見るんではなくて、周りにある色も結構大事だなというふうに思っていて、今回だと黄色とブルー、あとはグリーン、オレンジあたりの色が入っているので、全体的に柔らかい印象になったのかなと思います。こういった色の組み合わせを見つけるっていうのもお家の中で撮る楽しさの一つだと思います。今回お家の中でいろいろ撮っていて思ったのは、外へ撮影に行くのももちろん楽しいんですが、どうしても時間がなかったりとか、あとはお天気が悪かったとしても、お家の中での撮影も十分に楽しめるなというふうに思いました。お家の中にあるものは毎日見ているので、どうしても見慣れてしまうと思うんですけど、
カメラを持って少し角度を変えながら撮ってみたりとか、あとは背景を整理しながら撮ってみると意外と撮れるものが見つかります。今の自分の暮らしの中にあるものを撮るっていうだけで十分にカメラを楽しむことができます。特に α6700 とシグマの 1850mm の組み合わせはこういったお家の中の撮影にもかなり合っているなと感じました。軽いので棚の上から撮ったりとか、引き出しの中を覗き込むようにして撮ったりとか、机の上で角度を変えながら撮るっていうのも簡単にできると思います。カメラを買ったけど撮るものがないなと感じている方は、まずはお家の中にある好きなものを撮ってみるのがおすすめです。外に出なくても写真を楽しめる時間が作れるんじゃないかなと思います。ということで、今回はカメラを買ったけど撮るものがなかなか見つからないというテーマで、お家の中で撮れる被写体を探しながらソニー α6700 とシグマの 1850mm の組み合わせの魅力をお話ししてみました。もちろん旅行先や綺麗な景色のある場所で撮影するのはすごく楽しいですが、毎回どこかへ出かけられるわけではないですし、お天気が悪い日もあります。あとは時間が取れないなっていう日もあると思います。そういった時にお家の中でもよく見てみると撮れるものって結構あると思います。自分で作ったものとか、あとはお気に入りのカメラ、あとは棚に置いてある小物とか、作業中の机、あとはお料理とか、本当にたくさんあると思います。今回で言うと、私の場合は 3D プリンターで作った小物とか、オリジナルのチャーム、あとはカメラとか好きなライト、あとは作業道具などが結構被写体として撮影することが多かったなと思います。どれも日々見慣れているものではあると思うんですが、並べ方を少し変えてみたりとか、光の当たり方を考えたり、あとは角度を変えて撮ったりするだけで十分に撮影を楽しめます。そして今回ご紹介した α6700 とシグマの 1850mm の組み合わせも、お家の中で撮るにはかなり使いやすい組み合わせです。もちろんフルサイズのカメラや明るい単焦点レンズで撮るのも楽しいと思います。ただ気軽にお家の中で撮るっていう意味では α6700 とシグマの 1850mm の軽さと扱いやすさはかなり相性がいいなと感じました。カメラを買ったけど最近あまり撮れていないなっていう方だったりとか、撮影に行く時間がなかなか撮れない方、あとは外に出る気分じゃないけど少しだけ写真を撮りたいっていう方、そういった方はぜひお家の中で撮れるものを探してみるといいんじゃないかなと思います。皆さんはお家の中でどんなものを撮りますでしょうか？お気に入りの小物とかカメラ、インテリア、作業中の机などお家の中で撮ってみて楽しいなって思ったものがあれば、ぜひコメントで教えていただけたらなと思います。また α6700 やシグマの 1850mm について気になることがあれば、ぜひそちらもコメントいただけたら嬉しいです。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。それから写真やものづくりに関する情報は SNS でも随時発信していますので、よければそちらもフォローしていただけると嬉しいです。今後も写真や制作の裏側などをシェアしていきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。